昨日昼ご飯を食べていたらいつの間にか歯が欠けていました、どうもこれから一生歯が欠けている男カベです。マジでどこ行ったやろ、飲み込んだんかな。そうか、まあええわ。最近あなたがよく日本帰りたいって言ってるから、いや最近悩んでますよね。日本とオーストラリアどっちに就職しようか。なんならちょっとダウン気味になってますよね。いいえだってあなた大阪の物件情報住む予定もないのに調べとるぐらいには日本恋しくなってしまいよるやんけ。だからそんなあなたにね、企画を持ってまいりました。題して海外は日本、あなたはどっち向きストレスチェック診断ペーボ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 というものを私持ってきました。ほう、面白そうですね、それは。診断結果が2個しかない MBTI 診断やと思ってもらったら俺が独断と主観により、それぞれオーストラリアにこのまま住み続けることで起こるデメリットと、日本に逆に住み続けることで起こるデメリット、この2つの項目を20個ずつ、これがまあ結構大事そうなんじゃないかなっていうものをね、持ってきました。すごい。GPT と一緒に考えたんですけど、例えばオーストラリアで言うと牛丼高いとか、これもデメリットじゃないですか。でそれに対して俺らで別々で10点満点で点数をつけます。牛丼が食べれるのは死活問題や、それはストレスを大きく感じますっていうんやったら、あなたは9点とか10点とか、それに対してつけたらいい。別に俺は牛丼ええかなって思ったら俺は3点とかで、それがオーストラリアと日本どっちとも20個ずつありますんで、これの合計点数が高い方があなたがよりストレスを感じる国かもしれませんねっていう、こっちの逆に点数が低い方があなたが住むのに適してる国かもしれませんねっていう問題を持ってきました。なるほど。そうだからそれを直感で自分の意見というか意識みたいなところを置いといて、潜在意識でどっち向きなんだろうっていうの。了解です。だからこの問題によってあなたが何を優先したいのか、自分はどこにストレスを感じるのかっていう新しい発見にもなるかもしれませんしね。そうね。一個の考える材料になればと思います。ありがとうございます皆さんもぜひね、僕らと一緒に診断やってもろて、その結果をコメントで教えてほしいですね。せっかく作ったんでね、結構時間かかりましたから。そうなんやなんか GPT が出してきたちょっと微妙というかのがいっぱいあったから、もう頑張って考えたから、ちょっとぜひやってもらえると嬉しいです。頑張ったねもし自分がね海外に住んだらこのストレスに耐えれるのかみたいな参考にもなると思いますんで、そうですね、コメントは多ければ多いほど嬉しいですから、気軽に書いてくださいね。ちょっとおペンペン借りますね。それぞれストレスにジャンル分けをしてきまして、食、生活、そして人間関係、その中からちょっとピックアップしてきました。それではまず食からいきましょう。1、生卵が食べれないこれは俺らはオーストラリアに住んどるけん、これが日常なわけやん。それに対してあなたはストレスをどのぐらい10点満点で言ったら感じてますかっていうの。最近ねアドさんがツイートしてバズってましたけど、日本の皆さん、生卵が食べれるという環境に感謝してください言っていい？決まった？よし、じゃあ一斉ので言おう。せーの、3結構感じてるな。7です。これ7って書くの？そうか、7なんや。その心は卵かけご飯毎日食べた。そこか。買ってもいいんやけど、そういう卵あるにはあるってこと？あるよ。あるんやけど高いから買えない。何本ぐらいする？だって普通の卵やって1個50円ぐらいするやん。3倍ぐらいするんじゃない？ 3倍？じゃあ1個150円、卵かけご飯食うのに。やば。そうか。俺意外とそんな生卵食いたいっていう発作があまり今んとこ来てないね。別になければなくてもええかなぐらいの。次、その2、豚こま、豚バラがないその歯って一回入るなんだ。めんどくさいよな。いや、そうなんすよね。なんか炒め物とか。そう簡単にできるやん。そういうの。めっちゃ嫌だもん。8。言っちゃった。いやでもせーの8。俺も8やな。俺も8やわ。ストレスや。インスタとかでたまにさ、
豚こまがあればできる簡単レシピみたいなのあこれええやんあ俺オーストラリアにおるんやったってなることが結構あるからこれね地味にストレスよね。インスタのレシピ流れてくるたびになんだよーまたかよー俺はちょっとなってしまう。あるんやけど、こうすぐ買えんのよね。あその辺のスーパーで。あそうやね。よっぽど珍しいとこにしかないし高いし。そうね。だって豚汁とかも食えへんしな。帰って食いたいね豚汁。次その3寿司とか納豆とか日本食がうん基本的に高すぎてあまり食えない。うんだってこの間寿司さちらっと覗いたんや寿司屋さん。うんあれ1貫300円とか。400円とか。やば1貫回らん寿司食えるがな。これに対してあなたは何点ストレスを感じてますか？せーの10 7いいんいやでも待てよ納豆とか10やわ。俺も10やわ。納豆毎日食いて日本食じゃないけどキムチめちゃくちゃ高いよな。俺納豆とキムチ毎日食いよったから、これ結構ダメージでかいよね。その4その4コンビニがほぼないよな。あるよ。えけど思ってるようなコンビニじゃないよ。ああそういうことか。いきますか。せーの2。 3ああ同じようなもんやな。あんまなくてもいいかも。うんあったらいいんやけど。うん、いやなんか日本におった頃はさあこの辺り全然コンビニないななんでやねんみたいな会話が当たり前にあったように記憶しとんやけど、でもこっち来てから意外と別に思い出すこともないぐらいのレベルかもしれん。コンビニ俺は、コンビニで何しょったんやろ。コーヒー買ったりする。まあ確かに。でももうあなたというかもう俺もあなたもお家でコーヒー入れれるようになってしまったもんな。バリスタそれでかいか。日本のような惣菜コーナーがない。スーパーにね。そううん。決まった OK いきます。せーの8。いやいやいやちょっと俺惣菜食いたいけどな。そんないる？いやアムーの九州醤油唐揚げめちゃくちゃうまいから食ったことある？ラムの唐揚あれげ美味しいよあそこに。あるんや。もう俺寮におった頃あれめちゃくちゃ食いよったから。あと焼きそば。焼きそばね。今日はちょっと2人とも時間なくてご飯作る時間ないわーって時惣菜買ってきてなんかしようみたいなさ、日本やったら普通にあるけどさ、もうこっちだとできへんやん。確かに。それが結構ねそうな。しんどいよね。うん。食編が終わりました。次生活編に入ります。食費家賃など基本すべてが高い。これに対してのあなたのストレス点数はせーの9。10だった。これはこっちで普通にフルタイムで働いとったら下がるかも。まあ確かにね、あなた学生もやりながらっていうところあるよね。フルで働けないからね。温泉や銭湯文化がない。これまさに今日リアルタイムで言いよったよな。言ったっけ？温泉入りたいってないよなこっち。あるよ。水着着用。プールみたいな。じゃあ点数つけますか。せーの3。8なんや。結構入りためですね。お湯浸かりたい。口がへの字になってる。てかあんまないんかな普通のお家には。入らんやろ。そうよな。日本人みたいに。虫が多い。点数つけますか。せーの3。いやけどお家に死ぬほどでかいゴキブリ出てきとったやん。のんや。あんな子がとったのに。おいら取らないもん。俺ありきの話やった。医療制度があまり充実してない。そうか？いや充実してないというか歯医者とか特に高いらしいやん。充実はしてますよ。そう？歯医者が高いだけ。じゃあ歯医者が高いにしよう。いきます。せーの8。 8？全然4やん。性能とか。6かな。歯かけたのに。確かにほんまやわ。こういう時にすぐ行けるように。確かにほんまやな。高い県ちょっと行きたくないみたいなとこ働いてるもんな心理的に。俺も8にしとこう。ほんまやわ。歯ないのに。歯ないとか言うな。トイレがあまり綺麗じゃない。いきます。せーの9。初めて揃ったかも。これはちょっと日本が綺麗すぎるよね。素晴らしいよ。感謝マジ。掃除してくれる人。いやほんまな。すごいわ。あれはマジで日本の素晴らしさよな。ええ。だって駅のトイレですらあんま綺麗じゃないもんな。
人間関係編に入ります。ラストオーストラリア編5問、これでかい。家族、親戚、友達にすぐ会えない。さあ、あなたのストレス点数はせーの10。まあそうやな、これはでかいな。俺は実家で飼ってる白文鳥のなっちゃんにちょっと会えんのが、ちょっとホームシック気味になってる原因かもしれん。一番でかい。ちょっと前さ、マジで毎日なっちゃんの夢見て起きるぐらいにはちょっとホームシックやん。いやちょっとダメージ食らってたね。ここまで間空いたことないけん、会わんかった期間。カラオケや居酒屋みたいな日本独特の施設に行けない。決まりましたか？せーの10。おお、意外と高い。しゃぶ用に行きたい。ああそこなんや。しゃぶらだから私しゃぶよってほんまに1人1800円。800円。マジで？一番安いコース。あなたと出会うまでその外食あまりせんかったからもなのに10なん。う。いや俺はカラオケに行きたいっていうの。行ったらえ？行ったらいいいやいやこっちにあるにはあるんやけど、俺が歌いたい曲何も入ってない。困った時に家族に頼れない。 OK。 せーの10。おい、ええんや。そんなんない。あ、そう強いわね。ずっと一人でしたから。大阪時代とか、まあ確かにね、大阪おってもそんなすぐには頼れんか。連絡するぐらいだよ。電話できるしね。まあ確かにね。別にいやでも分からん、これからオーストラリアにもしも住み続けることになったら、それで子供ができたりとかしたらそれは別。また別。それは別。多国籍だからみんな自由すぎる。郷に行っては郷に従うみたいなオーストラリアのルールみたいなのがあんまなくない？日本やったらさ、和を重んじるみたいなルールがあるやん、けどもういろんな国の人がおりすぎて、確かもう自由すぎるっていうところで、あなたのこの間のカンニング事件とかあったじゃないですか。とかね、グループの中で働かん人がおったりとか。日本人でもおるやろ。いやまあね、日本人やったらさ、そんなんしょったらちょっと悪目立ちしがちやん。そうね。だけどこっちはもうはーんみたいな感じで、生きていこうと思えば生きていけるやん、っていうところのストレス点数決まりましたか？はい。せーの9。意外と低い。カンニングぐらいかな。ああ。グループの中で働かん人おってもやん。もういい。あかんよ。いやそれ自分が我慢すればって考えとるってことやろ。よくないよ。年齢上下関係の文化が緩いので日本式の先輩後輩感がないっていうところ。なさそう。これ日記もなんか言っていいよったやん。カルチャーショック受けたみたいな、だけんこっちなんか先輩の人にも結構ラフな感じでオッケーオッケーみたいな感じらしいやん。確かにそうかも。日記が言うには、そこを未来あなたが働き始めてから考えてどれぐらい許せるのか決まりましたか？せーの5。1なんや。別にええんや。別に気にしないです。仲良くしようみんなで。素晴らしいですね。日付変わりまして、最近ちょっと記念日を迎えましたので、お互いの時間ができたタイミングでケーキを自分が作ったみたいいやいやほぼ作ってもらいましたけどこのコスモスがめちゃめちゃ難しかった。あなた諦めとったもんな。助かりました。ということで食べましょう。いただきます。ありがとうございます。いちごたっぷり。おいしい。ふわふわだ。ということでオーストラリアのデメリット編が終わりまして、点数を合計したんですけど、あなた15問中96点、150点満点で、俺は107点。俺の方がちょっとだけ高いって感じや。次日本編いきましょう。食編第1問。スーパーのキログラム何円表記がなくなる。どっちでもいいかも。どっちでもいいんや。だ便利やと思うけど。いやバナナちぎって買えんくなるで。やろ。ええんや。決まりましたか？せーの5。1ね。いやめっちゃ便利やなと思うけどな。ちょっとだけ欲しい時とかはいいかもね。次米が高い。米今高いの？いや高いっすよ。それ一番高い時よりかは下がったっぽいけど、だってオーストラリアは 1kg 俺らが買い寄るやつ300円やもんな。日本やったら考えられん。だけど帰ったら米が高い。2、3倍する。でも日本米の方が美味しいじゃん。まあそれはそう。決まりましたか？いきます。せーの7。3なんや。高くても
それでも食いたい日本米、愛がありますね。農家さんありがとう。まあそれはそう。帰ったらめっちゃ美味しく感じる。うわそうか、ちょっと楽しみやな。その3、フルーツが全体的に高い。だっていっぱい買えないよ。そうこんなの日本で作ったら安くても1パック300円とかじゃない。そうやね。これに200円やもんな今。安いね。さあこのストレス点数はせーの5。おお結構高い。8なんや。フルーツってさ、なんか健康なお菓子じゃん。確かにね。その4、カフェ文化が弱い。そう。いや日本が弱いというよりも生活のそう日常の一部って感じではないよね。そうオーストラリアが強すぎる。確かに。もう生活の中に溶け込んどるから。スタバ流行らんもんね、こっち。唯一流行らなかったんだよ。そうなん。他のローカルカフェとかの方が人気らしいよ。なるほどね。いやあなたはカフェめっちゃ好きやん。ストレスはないけど寂しいなくなる。決まりましたか。珍しく悩んでんな。いきます、せーの4。ああ結構高いね。多国籍料理の本場感が味わえない。ああ確かに。そうよ。確かにそれは。だってあなたマラタンも好きやん。中国料理もこっちおれば行こうっつった時に行けるやん。けど日本帰ったらちょっとまあ香川にはないよね。ないね。なかなか難しくなる。確かに。本物の中国人がよくおるもんね。確かにほんまやな。そのおかげガチやもんね、中国料理。いやガチやね。いろんな国のいろんな料理がオーストラリアによったら食べれます。そうね。なんかこの問題作っとって初めて感心された気がするわ。ここに来て考えたことなかった。いきます。せーの4。あ高いね。食編終わり。次生活編いきます。美味しそうケーキ。美味しそうっていうかうまかったっすよ。その6、車のマナーが悪い。あれか。いや悪いというかオーストラリアが良すぎるというか、車側の罰則のでかさがすごいやん。すごいね。やけんもう日本やったら、この速度の車絶対止まらんやろなみたいな車が俺らが横断歩道におったら、ギューンギーンって絶対止まるやん。そう日本も分かんないけどその横断歩道に人おったら、でもそんな罰則が多分オーストラリアほど厳しくないから、歩いとる時の安心感はオーストラリアの方が強いやん。強いね。さあここのストレス点数はせーの5。そうでもないんや。普通にいいかも。犬連れて行ける店が少ない。確かに。俺らはまあ将来ワンコ飼いたいって言いよるやん。でオーストラリアだったらもうそこら中にワンコがおるけんさ、カフェとかだったりにも連れて行くの当たり前みたいな感じやし、ペットフレンドリーやん全体的に。みんな飼ってるもんね。ほんまに歩けば絶対犬と遭遇する。80% ぐらい飼ってたんじゃない？確かそうやったね。決まりましたか。いきます。せーの6。ワンちゃん飼いたい。そうね。保護犬を引き取りたいです。この間の寿司陸みたいな出会い方したら奇跡や。ああいう出会い方俺めっちゃなんつうの、いや憧れというか運命やと思ってしまうわ。保護したい。じっくり考えましょう。責任が伴いますから。めちゃくちゃ長かったらもしかしたら20年ぐらい一緒にいることになりますから。命ですから。長期休暇が取りにくい。これ結構でかくない？だって日記2週間ぐらい休み取って旅行行くみたいな言いよったよな。羨ましい。日本やったらなかなかそれはできんよな。言います。せーの7。マックス。ゆるさがなくルールや同調圧力が強い。ちょっとさっきの話と似て非なるところあると思うけど、定時退社とかね、こっちすごいやん。もうバキバキに5時来たら「5時だわ帰らなきゃ」ってなるやろ。みんな走って帰ってる。日本ではなかなか難しいよね。なんか周りからの「あいつなんで定時に帰ってんの?」みたいな。帰らない方がおかしいじゃない。良くない雰囲気があるやろうから。あるんでしょうね。決まりましたか。せーの10。これは高いよね。なんだろうね。怒られるねやっぱり。いや怒られるというよりもなんか居心地悪くなりそう。
やっぱ同調圧力により。そうね。うんその日の仕事が終わってたらいいんじゃないのかな。ね、それはちょっと海外的な考え方なんですよね多分。その10、ででん。税金高いシンプルにしてあなたのストレス点数はせせーの10 10。まあこれはねオーストラリアは保険料と所得税ぐらいじゃない。そうやね。あとなんか消費税みたいな。ああまあ確かにね。それぐらい。うん住民税ないもん。住民税ないよな。すごいよね。うんすごい。それで回るんやな。じゃあ日本はなぜ回らないのか。どうなったんやろうね。それでは人間関係編入っていきます。ででん。ラスト5問その11、多国籍な人間関係が築きにくい。うん。こっちにおったらねうんいろんな人がいますから、まあ、そういう面ではグローバルに人間関係を築きやすいよね。うん。そううね。んさあこれに対するあなたのストレス点数はせーの3。ああ別にそこまで重要視はしてない。うん。友達はまあいた方がいいけど別にうんそんな欲しいって感じでは。まあ確かに俺ら INFJ。 JJ。その12、みんな違ってみんないいって価値観が薄い。確かに。うんまあ、日本やとちょっと出る杭打たれるじゃないけど、うん。ちょっと個性爆発させてたら白い目じゃないけど、うん。まあ、変な目で見られがち、大丈夫みたいな。ところがありますけど、まあ、こっちの国ではいろんな人がいろんな格好で好きに生きてますから。そうね。いきますせーの9 7結構高いなその心は。まあ確かにそうやなっていう。あ今はそんな昔ちょっと前の方がそれ強かった気がする。あなるほどね。まあ、日本もちょっと前よりかはマシになってきていると。うん。そんな気がする。確かにね。じゃああまりストレスじゃないんじゃないですか。訂正します。ああ3です。3。オッケーオッケー。あんま仲良くない友達からの誘いを断る口実がなくなる。そうか。これはそれ主にあなたのことを意識して作った問題なんですけど、いやあなたはさ今はこっちにおるけんさ、あんま薄い関係の友達からの誘い来てもさ、うん。今オーストラリアおるねんで断れるというか、まあそもそも誘いも来てないと思うんやけど、うん。みんなオーストラリアおるってこと知っとるけん。うん。やけど日本に帰ったらあなたちょっといい人やから断れずにどうだろう。あんまりないけど。誘われんし。あそう、うん。よしじゃあ点数つけますか、うん。せーの3 7。ああガンガン。個人より集団が優先されがち、まあ、多数決の原理がちょっと強めというか、やっぱ和を重んじる文化ですから。定時あー退勤とかみたいな話か。そうさっきの話とちょっとまあ似とる。うん。せーの。8。俺も8。うん。 8やな。ラスト、やりたいことより安定を求められがち。確かに。うん。そうね。会社に入ったりとかして、うんいけますか。言いますせーの8。 9。あ多分その立場だったら嫌やと思う。難しいよ。あよし診断終了です。お疲れ様でした。よしでは合計してみましょう。出ました。ででん。オーストラリアにいることで起こるデメリットの合計点数はあなたが96、俺が107で、日本はあなたが91、俺が96だから2人ともまあ日本の方が一応点数が低いという結果になりましたね。まあ、豊かって、まあ、僅差っちゃ僅差やけど、そうやね。そんなめちゃめちゃ離れとるってわけではない、うん。じゃあどっちでも大丈夫だ。まあそういうことやね、どっちにもいいとこがあり、どちらにも合わないところがあるというね。そうなんですよね。これはねどこを取るか、まあ俺の作った問題により偏りも出るやろうけど、そうね。これ他の人をやったら日本の方がめちゃめちゃ低くてオーストラリアの方がめちゃめちゃ高いみたいなことなるんかな。これちょっとみんなやってみてほしいな、まあちょっと自分で合計点数出すのめんどくさいと思うけど、どんぐらい嫌かなとか。って感じでしたね。じゃああなたの今のところの自分の気持ちとしてはどっちに傾いてるとかあるんですか。まあこの診断結果関係なしに。帰りたい。帰りたいよ。あとりあえず僕ら1月の頭の方に帰る予定だったじゃないですか。けどちょっとさすがに待ちきれないということで緊急帰国決定でーんまあとりあえずね日本帰って
リラックスしましょう。あなたの精神衛生面上もちょっと1月まで待つのはちょっとよろしくない気がする。もともとね年末にねこっちでちょっと過ごしたいっていう願望があったんよね、親戚の人とかと一緒にクリスマスパーティー、年末パーティーしたかったけど、けどねこっちにいた方がいいとは分かっているんだ。いろいろ機会があるからね、日本ではできない。確かにね、限られた時間だから。いやけどそれでちょっと心がねそうちょっと精神衛生面上はやっぱりよろしくないので帰国ですなか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 年末こっちで過ごす機会がないっていうのもわかるけど、ちょっと持たない気がしますね。私はハローズの納豆が食べたいです。ハローズの納豆とりあえずね就職に関しては一旦、まだ本格的な就活始めるまでは時間ありますから、悩んでもろてもうちょっとで始まるけどな。そうもう勉強はいいや、やりきったよ。そうか、満足ですか。ええならようございました、とか言っても働き始めたらまた学生戻りたいとか言うんやろそれはあると思います。戻ってもいいしな。俺もっとデザインの勉強したい。独学でオンラインコースとかあんじゃん。ありますね。ああいうの勉強したいんだもん。もう何でもやりなさい。俺はとりあえずどこにでもついていけるから、もうオーストラリアに住むもよし日本に住むもよし違う国でもいいの？どこでもなるべくね俺と出会わんかった世界線ではできとったであろうことを制限したくないわけよ俺が。だから気にせずに、やりたいことやったらええんじゃ。って言うても俺が日本帰りためなのはもうバレとると思うけどちょっと隠し通せんかったけど分かっているよ。私も帰りたい。そらね日本で生まれ育ちましたからね、無理せん程度に行きましょうよ。ガチャガチャとかしたいんだよね。そこ買い物行って見つけたガチャガチャをして家に帰ったりしたいんだよ、くそそれは思い浮かばなかったそれはなんかよくわからんキャラクターの可愛いポップアップとか見つけてこれめっちゃ可愛いやんとか言って買って帰ったりするんがいいんだよね。なるほどね。なんかそういうのがしたいそういう日常が欲しいんだなるほどね、そういうことか。なんか日本ならではのなんか雰囲気がやっぱり好きなんだ。確かにありますよね。よく考えてどっちにもどっちもの良さがありますから、ということでね診断やってみましたけど、あくまで一個の考える材料になったかどうかわからんけどなったよ。なった？ならよかった。じっくり考えてもろてガチャ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 確かにようやっとるけど皆さんもコメントで、診断やるっていうのはなかなかカロリー高いと思いますんで、これだけでも共感できるとかでもいいんでコメントください。バイバーイ。バイバーイ